はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、こちらのチャンネルで今日最後はね、なんかね、韓国、あるいは日本、それぞれのこの旅行、行ったり来たりみたいな、ぶっちゃけあなたは韓国行ったことありますか？いいっすよ、別に。ね、内緒にしときますんで。ありますか？いや、でも別に悪いことじゃないと思うんですよ。足しげく韓国が何かにこのドハマりして通ってるとかっていうとちょっとどうなのかなって思いますけども、まあ仕事っていう人もあるし、あと怖いもの見たさ、僕も前言ってたことあったじゃないですか。実際どうなのかなって、とりあえずソウル見に行ってみっかなみたいな。うん。まあ今でもね、どうしよっかなって考えたりするときありますけども、まあ今のところまだ一回もないんですが、日本から韓国に行く話と、韓国から日本に来た話と、まあ、2つあるんですけども、そうだな。じゃあ先日本から韓国にっていう、渡韓、だから訪韓ですかね。今なんかね、この韓国好きっていうか、ね、もともと韓国を良しとしていた韓国フリークの日本国民の何人かが、いや、今はね、韓国に行っちゃダメだと。韓国を良しとしていた人たちが、いや、今は韓国にまだ行っちゃダメだって言ってるんだって。理由が4つあるっていう話なんですけど、1個は僕ね、知ってるんです。前ちょっと話になってたんですけど、あえて動画では取り上げなかったんですけど、虫ですね。トコジラミ。これそうだな、何年か前にさ、まだ実際にこの銀座の通りにさ、ね、この観光バス何台も乗り付けて、ね、この中国人観光客が、いわゆるこの最初の爆買いでこの湧いた時あったじゃないですか。コロナ前ですよね。あの時も確かね、これ起きたんですよ、日本でも。今もなんかね、日本でもなんかとばっちりじゃないけど、トコジラミっていうとなんかあんまり日本人ピンとこないかもしれないですけど、南京虫ですよね。いわゆるカメムシの仲間のやつ。日本っていうか動物の生き血を吸う虫ですよね。吸血虫ってやつですかね。なんか、偉いことになるんですよね。このなんか、そのね、この、韓国でトコジラミっていう呼び方されてるのは、その要は布団とか、だからホテルとか旅館とかのね、布団とかベッドとかに、この、要は忍び込んでてね、だから要は客が利用するじゃないですか。そうすると寝てる間に血吸われて、なんか朝起きたらもうえらいことになってるっていう、そういう厄介な虫なんですよ。で、これが、かつて、最近だと、まあ、一時なんかほぼほぼ撲滅みたいな感じだったんですよね。うん。韓国はどうか知らないですけど、なんか半世紀ぶりに厄介なやつがまた現れたみたいなこと言ってるんですけど、日本もなんか、しばらく聞かなかったのが、なんかある時を境にドカッとまたなんか、都心部とかでね、特にこの旅館とかホテルとかで、なんだこれはってなったのが、要はその中国人観光客が大挙して押し寄せるようになってから、あとまあほぼ同じタイミングでこの梅毒なんかもね、そこまでじゃなかったのにまたなんか爆発的に拡散していると。感染拡大して日本人のこの若い女性を中心にって言えば何のことか大体わかると思いますけどもっていうのがあってで、今回この韓国がなんでそんなことになってるかっていうとこいつらの言い分としてはこの間ほら大失敗で終わったさ、韓国政府、韓国大統領、ユン大統領は大成功って言い張ってたけど、セマングブスカウトジャンボリーあったじゃないですか。あれ覚えてます？スカウト世界大会ですよね。うん。あれで世界中から、ね、韓国に人が集まった。ね、そのせいで今、なんかよそから持ち込まれたこの厄介なトコジラミ、南京虫のせいで、韓国が今どえらいことになってる。どうしてくれてんだって、なんか被害者面で悲鳴上げてんですよね、こいつら。うん。本当かどうかわかんないですよ。でも多分関係ないかなって。それも関係あるけど、それが全てじゃねえだろうってちょっと思うんですよね。うん。まあいいや。で、残り3つが、地下鉄のストライキですかね。で、あと3番目はなんか知んないけどね、これも結局どさくさですけど、驚異的な円安。で、4番がドラッグっつってんですよね。この4つがあるから、今は韓国旅行にね、行かない方がいいみたいな。あるいは行く前に確認してからにしようみたいな。だから巻き込まれる恐れがあるところには近寄らないようにしようねみたいな。で、行くからには覚悟しようねかもしれないし。うん。でもね、一番なんかこれ、
どうだろうな。こっちから日本にっていうよりも、日本も一言じゃないっていう意味で、やっぱり、めんどくせえのがこのトコジラミですかね。南京虫。だ結局さ、韓国でこれ蔓延してるわけじゃん。で、韓国の奴らは、ね、来るなっつっても日本に来ちゃうじゃん。そうするとこれ連れてくんだよな。厄介なんだよ。だからかつての中国人観光客のこの爆買い、ね、爆買い旅団と同じ格好、ね、同じ格好っていうか、あの人たちは確かに金を落としてってくれたけど、ね、ついでに虫と病気も落としてってくれたから厄介なんですけど、こいつらの場合はこの虫を落としてくるだけで金を落とさねえからな。余計立ち悪いんだよ。まあだからこのトコジラミ、南京虫の部分だけちょっとね、見てみましょうかね。ただこれもね、なんか基本的にほら、韓国を良しとしていた人たちが、ね、今はちょっと気をつけようね、我慢しようね、みたいな体なんで、ね、大した参考にならないんでね、実際のところはもうね、あなたがもし気になるっていう方はね、まあ行かないと思いますけど、ね、ただほら、なんかこの円安で海外旅行に行くぐらいだったら、そもそも例えば北海道とか沖縄とか日本全国のこの観光地に、日本国内で、日本国民こそ日本国内でね、この観光、日本国内旅行をした方が、ね、もともとだってね、そういうなんか、有名な観光地、まあちょっとな、自然もね、このメガソーラーとかで壊されちゃって残念なところが増えちゃってるのが、ある意味そういうのを確認してね、いい加減にしろよっていう動きにつなげるみたいな、そういうんでもね、いいのかもしれないし。でも日本のこの反日クソマスゴミなんかはさ、ね、沖縄北海道もいいけど、やっぱり韓国みたいなわけのわからんこのね、韓流ステマをご了承してるんで、だからまあ、韓国に行かなかったとしても、ね、韓国から日本の観光地に来て、ね、このカメムシ、ね、の仲間のこのトコジラミ、南京虫を落としていくやつがいるから、ね、我々、僕とかあなた、ね、日本国民が日本国内旅行をするときに、日本のホテルとか旅館とか、使うときは、なんていうのかな、この逆リサーチじゃないけど、いやこの海外、ね、特にこの韓国からのこの旅行客に、ね、使われている可能性が高い、ね、ホテルとか旅館とか避けた方がいいですよね。まあいろんな意味でですけど。だからとにかく安くとか、ね、そういうところは、まあ、あんまりこういう言い方は良くないのかもしれないですけども、でもやっぱりね、日本国内のこのホテルとか、でも、やっぱりこの安かろう悪かろうだと思いますよ、基本的には。ね。やっぱりせっかく旅行に行くんだったらね、ちょっと金、高くついたとしても、僕だったらですよ、ね、美味しいもの食べたいし、ね、いい宿泊施設使うようにするんで、ね、なんかこのオプションでプラスいくらで、なんかこういろいろとね、なんかこの興味深いなんかサービスが追加できるんだったらそういうのを使おうとしますしね。1円でも安くとかね、そんなことするぐらいだったら我慢して次に回しますかね、旅行に行くのは。なんで、まあ、それも含めて、だから、まあ、気をつける必要はないのかもしれないですけど、まあ、だから言いたいのは、ね、結局迷惑な奴らだなっていう、それですかね。ね、金は落とさねえ、虫は落としていく。どういう了見だよな。反日、ね、日本不買ノージャパン、いい加減徹底しろよ。何にもできてないんだよな、やっぱりな。まあ、なんていうかね、そう、だからやっぱりこの韓国行くなら沖縄、ね、北海道っていう人が、やっぱり日本人は多いはずなんですけども、ね、反日クソマスゴミはやっぱり韓国ご利用し、韓流ステマしてくるんで、だからもしですよね、なんかそういう、なんか、あれ、ここ大丈夫かなっていう、なんかそういうね、宿泊施設とか使う、あとほら、電車。韓国の場合はこのね、電車のこの椅子、あれももうなんかトコジラミ、南京虫にやられてるんで、そう、だからもし電車で移動する場合、あとバスとかも含めてですかね、あいつらも日本の公共交通機関多分使うと思うんで、タクシーとかどうだろうな。まあとりあえずね、ホテルは大丈夫でも、この乗り物使うときですよ。あいつらもほら、もしかしたらレンタカーとかも使うかもしんないじゃん。ちゃんと掃除しといてくれりゃいいけど、わかんないじゃん。だからなんか、気をつけた方がいいですよね。だからなんかこの韓国人、旅行客に人気のみたいな、そういうなんかさ、どうなんだろう、そういうこの逆リサーチみたいな、
ね、使われているところを避けるための使われていないところが知りたいリサーチみたいな、なんかそういうサービスしてるアプリとかサイトとかねえのかな。ね、日本人観光客を一番大事にしてくれるみたいなさ。ね、そんな感じですよね。うん。まあ、とりあえず、我々一般のね、僕とかあなたみたいに一般の日本生まれ、日本育ちの日本国民にとっては、いつ何時ですよ。ね、韓国に行くなんてことは、まあ、まず考えられませんので。うん。そりゃそうですよ。何されるか分かったもんじゃないですよね。うん。さて、じゃあ、気をつけなきゃいけないのは、日本国内で移動するときに、ね、あれらに汚染されてないかどうかですよね。で、このなんか今度向こうから、なんかね、この韓国の観光客が日本に来て、日本の東京の居酒屋で、ぼったくりにあったっていうのをなんかこの拡散している人がいて、でもこれ考え方によってはいいことかもしれないよね。ね、嘘でたらめこいて、でもそれを見た韓国の人たちが、あ、そうなんだ、日本怖いとこなんだな、っつって、ね、日本に来る人が減るんだったら、それはそれで OK ですよね。まあちょっとね、後半サロンで見ましょうか。今回は以上です。